通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、Apple TV のとある新作ドラマについての話題になります。以前からですね、大変物議を醸していました Apple TV のとあるドラマがあるんですが、これがですね、なんとその公開の3日前に突如として公開延期となりました。3日前ですよ。これはですね、そのドラマの内容と先日起きましたとある事件が原因となっているようなんですが、今回ですね、これを受けましてこの主演女優までもが大変な批判を浴びているというような状況なんですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこのドラマご存知ですか？ネットではね、大変物議を醸しておりました。とんでもない低評価文も食らっていたので、もしかしたらね、ご存知の方もいるかもしれませんが、このね、Apple TV の新作ドラマ、今回ですね、その公開直前に延期となってしまいました。で、これはですね、このドラマの内容と、そして先日起きました、チャーリー・カーク事件との相性が悪すぎたためなんですね。で、現在ですね、これに異議を申し立てている主演女優までもが大変な批判を浴びているので、これね、もう1週間くらい前の話になるんですが、ちょっとね、その時プクター声が出ておりませんで、これお伝えできなかったんですね。なんですが非常に興味深い話なんで、ちょっと順を追って見ていきますね。ジェシカ・チャステインの新シリーズ The Savant、 初回放送の3日前に Apple TV プラスが延期を発表ということで、今回のね、このドラマのタイトルになります Savant とあります。こちらが本日のキーワードになります。 Savant、特定の分野で高い知識や技能を持つ人物、特に他の面では能力が劣る人を指すということで、このね、Savant というのはフランス語由来の単語となっておりまして、フランス語の読みではね、この語尾の t は完全に発音しません。ということはこれサバンになるでしょ。そうするとね、この意味わかるんじゃないかなと思います。つまりサバン症候群のことなんですね。発達障害なんだけど、数学とかね、音楽、あと記憶力でものすごい能力を発揮するというあれです。映画だとね、レインマンで非常に有名ですが、このことなんですね。そしてさらにこちらにあるんですが、専門家、そしてさらにその下ですね、学者、こういった意味があるんですね。で、今回ですね、これがね、ドラマのタイトルになってるんですが、プクタが調べた限りね、今回の主人公がサバン症候群であるというような話は出ていませんので、おそらくね、こちらですね、スペシャリスト、専門家、こういった意味で使われているんじゃないかなと思います。つまり非常に能力の高いスペシャリストと、そういったタイトルなんですね。で、これ英語の発音の場合はね、語尾の t、サバンとこのように聞こえるんですね。少しだけ。で、今の時点でね、これ放題どのようになるかわかりませんが、サバン症候群というワードがね、割と使われると思うので、サバンになるかもしれませんが、一応ここではね、英語の表記に習いまして、サバントというように言いますね。ジェシカ・チャステインの最新プロジェクトはまだ Apple TV プラスで配信されない。9月23日火曜日、シリーズ The Savant の初回配信予定日までわずか3日というタイミングで Apple TV は配信を延期する決定を下したとピープル誌が確認した。慎重に検討した結果、The Savant の配信を延期する決定を下しましたと Apple TV の広報担当者はピープル誌に語った。ご理解に感謝するとともに将来的な配信を楽しみにしています。ということでですね、今回ね、Apple TV で配信予定となっていた、このね、ジェシカ・チャステイン主演のザ・サバントが本当にね、配信直前にして、それが延期になってしまったんですね。ただ、ここまでだったらよくある話でしょ。だからなんだってことじゃないですか。なんだけど、このドラマの内容と、その理由というのが問題なんですね。で、それをね、ハリウッドリポーター、このような形で伝えています。Apple TV プラス、チャーリー・カーク事件を受けて、ジェシカ・チャステイン主演、ザ・サバントの配信を延期。ということでですね、様々なメディアが、この延期というのは、今回のね、チャーリー・カーク事件を受けてのものだと、このように伝えているんですね。じゃあね、このドラマ、もともとどういったものなのか。それがね、こちらになりまして、コスモポリタンの2019年の記事ですね。乱射事件が起こる前に阻止することは可能かと。こういった記事がありまして、この記事が元になっています。この記事のドラマ化なんですよ。じゃあね、これどういった内容なのか。マイケル・フィントンはイリノイ州ディケーターに住んでいた。そこは衰退しつつある製造業の街で、彼は安い持ち帰りの店でパートタイムの料理人として働いていた。29歳で独身。赤い髪と白い肌を持ち、同僚からは礼儀正しいと評され、近所の人々からは穏やかな隣人とされていた。だが彼にはできるだけ多くの人を殺したいという願望もあった。ネット上で怒りに満ちた男たちを追跡するエリート調査員である彼女は、ヘイトスピーチがいつ、どのように暴力行為へと変わるのかを正確に見抜く
驚異的な能力を持つことから同業者の間でザ・サバントとして知られている。ということでですね、この話というのはネット上でね、ヘイトスピーチを繰り返す人物から実際の暴力を起こしそうな人物というのを特定して、その事件を未然に防ぐ調査員の話なんですね。そしてその対象となっているのは白人男性なんですよ。そしてこのサバントというドラマは徹底してこの白人男性にフォーカスしたドラマになっていて、後ほど判明しますが、これもちろん右派の白人男性です。そうするとこのチャーリー閣事件といかに相性が悪いのかわかるでしょう。で、ハリウッドのこういった描き方というのはこれまでも散々ありましたから、またこれやるのかとこのように以前から言われていたんですね。それがね、1ヶ月前に公開された予告編によく現れておりまして、これすごいですよ。こちらはね、公式じゃないんですが、トレーラーを流すチャンネルですね。1ヶ月前、14万回再生されていて、高評価1667件、低評価 1.5 万件と、これ凄まじい倍率でしょ。そしてこちら Apple TV 公式ですね。1ヶ月前で78万回再生されておりまして、高評価 1.1 万件に対し、低評価 6.9 万件と、このような低評価ボムを食らっていたというわけなんです。で、このトレーラーの内容結構すごくてですね、このね、主演のジェシカ・チャステインが、PC に貼り付いてね、ネットの掲示板や SNS を監視するんですね。なんかこういうの流行ってるんでしょうか。最近ね、パソコンに貼り付いて宇宙人と戦ってる人いたような気もしますが。でね、この内容がすごいんですよ。ここにね、ちらっと映るんですが、ここね、金髪で青い目。それがないなら、俺に話しかけるな。ここね、ホワイトプライドと、ここね、ユダヤ人や移民に支配され、衰退しているこの国を取り戻すため、アーリアの兄弟姉妹たちと共に立ち上がれ。アメリカのすべての地域で集会を行っている。ここね、ホワイトプライドと。そしてここですね、BLM なんてクソくらい。ちょっとね、途中読めませんが、連中はただの育児なしの集まりだということで、わかります？この番組が危険分子として想定しているのは、右翼の白人男性なんですね。じゃあね、このドラマ、いつから作られていたのか、それがね、ここに書いてあるんですが、もうね、2年以上前から制作が進められてきましたと。で、実際はね、これ、5年前だそうです。いうことで、ちょうどね、こういうのが流行ってた時だったんですね。で、さらには先日ね、チャーリー・カーク事件ありましたよね。で、現在は、このメディアによるね、右派の悪魔化、暴力の扇動、これが非常に問題視されてるわけですよ。Twitch もね、これで問題になってるでしょ。そこを考えると、このドラマが扱っているテーマというのは、もうまさにね、自分でその火の中に突っ込んでしまうというような形になってしまうわけですね。なので、これね、Apple TV、実際ね、どの部分というのが原因で、これを延期したのかというのは言ってないんですが、ここに来て、現在公開するのをやめてしまったというわけなんですね。で、ここでね、すごい面白い話がありまして、ここですね。ここ。おそらくね、犯人でこれから拘束されるんでしょうね。この犯人像というのがですね、もしかしたらね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、保守系のね、ライアン・キネルという YouTuber がいるんですよ。この方ね、以前結構な炎上とかもしておりまして、すごい有名人なんですが、これね、まさに自分でこれを紹介してるんですが、これ、そっくりなんですよ。この YouTuber に。あまりにも似すぎていて、これ、俺じゃねえかって、この動画の中でね、言ってるんですが、いや、もしね、この制作陣が、この保守系のね、ライアン・キネルを想定してキャスティングしているんだとしたら、これすごい話ですよね。しかもちょっとやってそうっていうね。で、今回の延期を受けましてですね、主演のこちらね、ジェシカ・チャステイン、インターステラーの女優さんですね。この Apple TV に対してこちらのね、動画も添付してるんですが、お気持ちを表明しまして、これがね、大変批判されてしまっているんですね。Apple とのパートナーシップをどれだけ大切に思っているか、まずお伝えしたいです。とはいえ、ザ・サバントの配信を一時停止するという決定について、私たちは一致していないことをお伝えしたいと思いました。ここからです。この5年間、私たちがこの作品を制作してきた間に、アメリカでは残念ながら、多くの暴力事件が発生しました。ミシガン州知事、グレッチェン・ウィットマーへの誘拐未遂、連邦議会議事堂への襲撃、トランプ大統領への暗未遂、ミネソタ州での政治的暗、ペロシ下院議長への襲撃、保守派コメンテーター、チャーリー・カーク氏への暗、カリフォルニア州 ABC 系列局での襲撃事件、そして全米で300件を超える学校銃撃事件。これらの事件に私たちは立ち向かわなければなりません。私はこれまで困難なテーマから逃げたことはありません。ザ・サバントは暴力が起こる前にそれを止めようと日々活躍しているヒーローたちを描いた物語であり、彼らの勇気を称えていることは今まで以上に切実な意味を持っています。アップルが現時点で配信を一時停止するという決定を下したことを尊重しますが、
この作品が近いうちに観客の元へ届くことを心から願っていますと。こういった投稿をするんですね。で、これを動画にしたものがこちらにね、添付されていると。こういう状況なんですよ。でね、ここでお分かりのように、このジェシカ・チャステインね、まあ右にも左にも偏らないように、一応ここでね、バランスをとっているように見せているんですが、実際のこのドラマの内容というのは全然違うということが、こちら、バラエティの記事で明らかになるんですね。で、この記事のスタンスとしては、今回の延期というのはね、大きな間違いであると、まあこのように言っています。で、こちらのね、筆者は、このドラマを視聴した上でこれを書いています。で、その内容がね、こちら書かれているんですが、ちょっとごめんなさいね。番組後半に差し掛かると声がかすれてしまって、ちょっとね、聞こえにくいかもしれませんが、9月25日までレビュー禁止が設定されていた8話構成のシリーズザ・サバントを視聴した。この作品はまさに今のアメリカに必要とされているタイプのドラマであることは明白だ。そしてここです。この作品はアメリカは自分たちのものだと信じる主に白人男性の一派を描いている。彼らは憎悪、偏見、排外主義、女性蔑視によって突き動かされ、自分たちの国にふさわしくないと感じる人々や他者に対して危害や暴力を加えることを残忍かつ率直にオンライン上で語っている。ということでですね、先ほどね、主演女優はこのドラマはね、暴力全般に対しての批判、そしてそれに立ち向かうためのドラマなんだと、このようなミスリードをしていましたが、実際はアンチ白人至上主義の本当にこれまでね、散々語り尽くされていた、いつものハリウッドのあれだったというのが明らかになるんですね。だからこの構造というのはね、先日もありましたが、ジミー・キンメルのね、騒動と全く同じで、あの人ももともとね、犯人というのはマッハだったんだと、犯人は右派だったんだと、印象操作をしようとして、それをね、電波を使ってやってしまったんですね。だからそれはダメだよと言われてしまったわけでしょ。あれが彼の個人的な YouTube チャンネルだったら誰も文句言わないんですよ。言論の自由があるんでね。だけどそれ電波でやったらさすがにやりすぎだよと、このようにして怒られていたんですが、実際ね、復帰してみて、一部の人をね、攻撃する気は全くなかったんだとか平気で言っちゃうわけでしょ。今回のこの件も一緒で、実際のドラマというのはね、右派の白人男性というのをターゲットにしているんですが、主演女優が出てきてここで言ってるのは、そこには触れないんですね。非常にバランスをとっているようなふりをすると、これがね、現在めちゃくちゃ批判されてしまっているというわけなんですね。君は、この番組はアメリカのあらゆる暴力を扱っていると言っているが、バラエティはこれは右派的で排外主義的な白人ナショナリストの像を描いたシリーズと報じている。だが最近の暴力多発の原因が右派にあるわけではない。アトランティック紙ですらそれを理解している。うわ、まるで完全に左派の妄想が形になったような番組じゃないか。これはどちらの陣営にも問題があるという話じゃないだろう。君たちの作品の問題はもともと歪んだ情報源に基づいて作られているということだ。そしてまさにね、この方がそれ指摘してますね。この番組は白人の保守派男性を国内過激派に仕立て上げるための、これね、サイオプというのは心理作戦のことです。サイコロジカルオペレーションズですね。心理作戦そのものだ。ジミー・キンメルがやろうとしたことと同じことをしている。アップルが配信を取り下げたのは、君たちの番組がチャーリー・カークのような男性を標的にするよう作られているからだ。どのように制作されたのかを知りたい。制作陣やアップル社内の誰が情報機関や外国勢力とつながりを持っているのかを知りたい。この国を分断し、チャーリー・カークのような男性への暴力を煽るプロパガンダの使用をやめなければならない。アップルは真実を明らかにするべきだ。ジェシカ、敬意を込めて言わせてもらいますけど、あなたは素晴らしい女優だと思いますし、出演作も本当に大好きです。問題はアップルが戦わせている敵の描き方があまりにも時代遅れだということです。もっと現実的で今の状況に即した情報価値の高いストーリーを作ることだってできたはずなのに、それなら今回のような政治的な論争を避けつつ説得力のある物語になったでしょう。この論争はハリウッドの作品が右派を攻撃し、左派の過激主義を無視する傾向が強まっている中で起きた最新の事例に過ぎない。多くの視聴者にとってアップルの決定は配慮ではなく、むしろ番組が政治的に逆効果になると気づいた後のダメージコントロールとして映っている。ザ・サワントの棚上げは、時事性のある物語と真の公平さをどう両立させるかというエンタメ業界が抱える永続的な課題において大きな火種となる可能性がある。チャステインはこのプロジェクトを英雄的と呼んでいるが、人々は国民の半分を悪魔化する危険性があると指摘している。アップルが最終的にこの番組を復活させるのか、それとも静かに葬り去るのか、それはまだわからない。はい、ということで本日はですね、Apple TV の最新ドラマ、ザ・サワントが、その配信を目前にして延期されてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、こちらのね、この画像、これを使って一言添えるというミームがね、大流行りしておりまして、
ことごとくね、この番組が嘲笑されてしまっていると、そういった状態になっちゃってますね。現在ですね、どちらかというと、目立っているのって、アンティファをはじめとするね、左派の暴力性でしょ。いや、だから確かにね、これをね、制作し始めた頃は、これで良かったのかもしれませんが、現在ね、すっかりその情勢というのが変わってしまってるんですよね。なので現状はね、現在非常に問題となっているメディアの右派の悪魔化ですね。ようやく公開しようと思ってみたら、実はそのドラマがその問題のど真ん中にいてしまったと、こういった状況になってしまったわけですね。皆さんはこのザ・サバント見たいですか？ぜひご意見を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。